どうも、クーピーチャンネルです。今週末、この JIL520 使います。今回の車中泊はレジャーではなく、車内での生活寄りになります。それに備え、電源システムなど強化します。中古13年落ちの古いキャンピングカーなんですけど、どのキャンピングカーよりも最新鋭バッテリーシステムに DIY します。今は鉛バッテリー3台搭載されています。このソファー下にあります。容量は 300Ah です。鉛バッテリーは半分までしか使えないので 150Ah。 真夏のエアコンだったら4時間ぐらいしか使えません。これを容量 920Ah リチウムバッテリーと強力な充電システムに変えます。リチウムバッテリーはワットアワー換算で 11,776Wh。 バッテリーの劣化を抑えるために 10% 以下使用しないとしても 10,000Wh 使用可能です。転送環境はこのセカンドシート下にあります。これがノーマルの状態のバッテリーです。この白いのが鉛バッテリー3つです。これをリチウムに変えていきます。完成しました。このセカンドシート下に1台、そしてサイドソファーですね。ここの間に1台、合計2台設置しました。少し余裕もあり、うまく設置できました。この60スキアという太いケーブル、こちらが一番大変でした。ここにバスバーというものを設置して、ここで接続しました。こっちがプラスです。でマイナスはこちらです。バッテリーなんですけど、キャンピングカー用に開発されたリチウムバッテリー、バトレール 460A を設置しました。あまり聞き慣れないメーカーさんだと思いますが、なぜこのバッテリーにしたかと言いますと、4つ理由があります。1つ目、まずサイズがコンパクト。ここに入るもんじゃないといけなかったんで、なおかつ、その中で大容量のものを選びました。2つ目なんですけど、これ、すごい丈夫な鉄のようなもので完全に覆われています。かなり安全性には気を使ってそうです。万が一の時も被害を最小限に抑えてくれそうです。3つ目なんですけど、これ、Bluetooth 内蔵でアプリ接続できます。なので、残量や電流をリアルタイムで見ることができます。で4つ目は、低温カットオフがあります。リチウムバッテリーは0度以下で充電すると激しく劣化するんですけど、充電をカットしてくれます。この4つの理由で選んだんですけど、実際に設置してみて気づいたいいところが、このボディ自体に温度計と残量のパーセンテージがわかるメーターがあります。もう一つ良かったのが、これ、前面にオンオフスイッチがあります。このスイッチは作業するときすごい便利でした。その他価格やスペックなどは概要欄にリンク掲載しておきます。この大容量のリチウムバッテリーを充電するために 60A の走行充電器取り付けました。レノジーの最新走行充電器で約 800W で充電できます。冷風ファンなしで使えるように外に設置しました。この走行充電器は熱がこもると発電量がかなり落ちます。これで一度使ってみて高温になるようであればファン取り付けます。この白いケーブルはエアコンのケーブルになります。これをポータルバッテリーなど挿せばポータルバッテリーで使用できます。このサイドソファー下なんですけど、本来は木で囲おうと思ってましたが、今回この L 字の木をこんな感じで設置しました。熱がこもらないようにできるだけ開けたかったのと、これ子供が触らないように一応置いてます。で、このソファーですね、ここに来ますんで、一応支えになってます。今回 DIY はあまり動画撮っていませんでしたが、内容を知りたい方用に工程を概要欄に箇条書きで書いておきます。使った工具などもリンク貼っておきますので、興味ある方チェックお願いします。それでは今から前乗りで出発します。今回2泊3日車中生活で設置した最新鋭バッテリーシステムを試します。気になっているのが、走行充電でどのぐらいバッテリー充電されるのか確かめます。電気大容量ありますので、家で使っている家電製品たくさん持ってきました。
コーヒーメーカーに電子レンジ、オーブントースター、そして電気鍋にノンフライヤーなど、これでもかってぐらいたくさん持ってきました。家と変わらない生活します。そしてマルチルームのトイレとシャワーも使用します。今回は本当に車内で完結ですね。それでは水回りの準備して出発します。まずは生活用水タンク67リッターお水入れます。お水入れてる間、次はトイレの準備していきます。このブラックタンクに専用の薬剤とお水少し入れます。で、洗浄用のお水も入れます。シャワー浴びますんで、ボイラー用のガスセットします。この LP ガスは使わずにカセットボンベ使用します。仕事用の着替えとシャワーの準備も OK です。そして気になるレノジーの走行充電器なんですけど、こちらもなんと Bluetooth 入ってます。なのでアプリで何ワット発電されているかわかります。これだったらスマホスタンドに立てとけば、運転中も何ワット発電されているかわかります。これはめちゃくちゃ便利です。サブバッテリーのアプリも確認しておきます。現在 56% 残量です。これで高速道路走行して何%増えるか確かめます。夜の出発ってワクワクしますね。でも今日は明日に備えてシャワー浴びたらすぐに寝ます。明日は石川県で仕事です。石川県まで1時間ぐらいですかね。着いたら高速道路サービスエリアかパーキングエリアで寝ます。現在走行充電なんですけど、約50アンペア700ワット近く電流がサブバッテリーへ流れてます。時速80キロ、エンジンの回転数は約1800回転です。エンジンつけてすぐの時は60アンペア近く発電していたんですけど、今は約50アンペアに落ち着いています。走行して30分ぐらい経ったんですけど、この走行充電器アプリで温度まで見られます。走行した直後は20度だったんですけど、現在なんと40度です。やはり走行充電はかなり熱を持つようです。今のところ発電量は下がってません。これ以上温度が上がってくると発電量が下がってくるかもしれません。この辺も注意しながら走行していきます。無事石川県到着しました。もうトラックがずらっとエンジンつけて休まれています。音が少し心配ですが、かなり眠たいので大丈夫だと思います。走行充電なんですけど、アプリで確認すると常時700ワットぐらい発電していました。バッテリーの残量なんですけど、56% から現在 68% に増えました。1時間20分走行しました。仮にバッテリーが 0% として走行充電で 100% までするには約10時間走行しないといけません。この超大容量のバッテリーの性能をフルで使うにはまだまだ改良が必要ですね。次は屋根にソーラーパネル増設したいです。それではシャワー浴びようと思っていたんですが、もう結構遅くなってしまったんで、今日はもう歯を磨いて寝ます。明日の朝時間あったらシャワー浴びます。やっちゃいました。バッテリーなんですけど、これ2つあって、でこっち側このサイドソファーの下ですね。このバッテリー電源入れるの忘れてました。なので今回走行充電はセカンドシート下のバッテリー1台しか充電されてませんでした。電源ついていなかった方のサイドソファーの下のリチウムバッテリーはメインスイッチ、このオンオフがこっち側なんですね。ちょっと気づきませんでした。向きこっちの方が良かったですね。なので今日計測した走行充電は1時間20分走行して 12% 増えたんですけど、本来はそんなに増えないと思います。明日もう一度検証やり直しですね。
すり眠れそうです。ホテルのように過ごせてタイヤついてるのでどこでも移動できる。今回の出張車中泊で改めてキャンピングカーの凄さを体感しました。 DIY でリチウムバッテリー増設して電気の不安もなくなったので、これからバンバンキャンピングカー使っていきます。レジャーだけだと使う機会減りますが、こういったビジネスホテルの代わりに使うと使用頻度が上がります。あとは DIY した箇所がトラブルなく今回の出張車中泊生活楽しむだけです。おはようございます。昨日秒で寝ました。一度も起きず熟睡です。早く遅れてまだ時間ありますんで、シャワーと朝ごはんパパッと済ませます。お湯使いますんでガス回線してボイラーつけます。その下の警報器もつけておきます。この桶の中にすべてシャワーのセットを置いています。下に敷くバスタオルとタオル、そして体を洗うタオルで、ボディーソープとシャンプーリンスですね。であとこれはシャワーを終わった後濡れたマルチルーム服用です。でこちら側は水切りです。シャワー後まずこちらで軽く水切りしておきます。ぴったりですね。マルチルームのこの線を抜きます。そしてシャワーカーテン、ここなんか高速道路見ながらシャワー入れますね。変な感じです。ここにセット置いておきます。入り口用のシャワーカーテンもしておきます。これで外に出てこないと思います。あとはシャワー後の着替え準備して完了です。今日はスーツが必要なんでここにかけてました。ちょうどいいですね。これハンガーラック。もうお風呂上がりこちらに着替えておきます。マルチルームの上にこの網戸付きの換気口ありますんで開けときます。さあこれでシャワーの準備完了です。お湯は温まってるでしょうか。かなり暑いです。大丈夫ですね。今はもう服脱いで裸です。このルーフ開いてますんで高速道路のエンジンの音がかなり聞こえます。ここを開けると皆さん忙しそうに動いてますんで、なんか罪悪感がありますね。それでは行ってきます。いやさっぱりしました。キャンピングカーの中で朝シャンって変な感じですが、すごいいいですね。これからやるぞって感じがします。服着替える前に先マルチルーム内の掃除しておきます。この入り口はシャワーカーテンあったんで濡れてません。このヘラで軽く水切っておきます。終わりました。今回は乱雑に適当にあえて掃除してみました。だいたいかかった時間は1分ぐらいですかね。今日の夜も使えますんで適当な掃除でどのぐらい乾燥しているか確かめます。朝ごはん食べてる最中はこれ窓開けて換気しておきます。今回ちょっとしくりました。傾斜があってこっち側の方が下がってます。でここに排水口入れますんでちょっと水がうまく流れませんでした。パパッと朝ごはん食べます。今回は本当に家で使っているこのコーヒーマシンですね。こちら持ってきました。これめちゃくちゃ美味しいんですよね。あとはオーブントースターです。コーヒーメーカーの電源を入れます。このカプセルの中にひきたての豆が真空パックされています。で豆ここに入れてコップ入れてスタートお酒、水入れるの忘れてました。いただきます。
朝食はオーブントースターでパンを焼いていただきます。2枚入るんで2枚食べます。オーブントースター使用して現在マイナス75アンペアです。ワットで換算すると約900ワット消費しています。あとはこのミニフライパンで目玉焼き作ります。このオーブントースターは結構消費電力高くて900ワットなんで、こちらの電気鍋は少し待ってから使用します。こんがり焼けましたね。ベーコンも買っていたんでこちらも焼きます。軽く換気します。簡単ですが美味しそうにできました。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、満足しました。2つ作って正解でした。それでは片付けしていきます。こちらのお皿はクッキングシートとラップ敷いてたんでもう汚れてません。あとはフライパンだけですね。この小型のフライパンなんですけど、スパチュラこちら使って汚れ先落としておきます。できるだけ排水タンクには汚れたもの流したくないんですよね。前もって汚れ落としておきます。こちらは視聴者様に教えていただきました。フライパンなど汚れ落とすときにこの耐熱のゴムベラですね、これスパチュラというらしいです。こちらでこするとすぐ取れるそうです。あとは洗剤で普通に洗っていきます。1泊2日して現在のサブバッテリーの残量なんですけど、このセカンドシートしたソファーが現在 60%、 そしてサイドシートしたこちらが現在 58% です。昨日走行充電するときにこのサイドシート下のサブバッテリー電源つけるの忘れてました。なのでこのセカンドシートしか充電されてなかったんで、かなり容量差があったんですけど結構縮まってます。家電使うときなどアプリで電流を見ていたら、このセカンドシート下ですね、こちら容量大きかったんですけど、こっち側の方が消費電力が大きくて、後でつけたこのサイドシート下こちらの方が消費電力少なかったです。なので残量が多少違くてもある程度歩み寄ってだいたい一緒ぐらいになってくれるみたいです。この中古で購入したキャンピングカー、後ろにソーラーパネル乗ってるんですけど、だいたい150から200ワットぐらいあると思うんですけど、ほとんど発電していません。今日曇りというのもあるんですけど、20ワットぐらいしか発電してませんでした。さすがにもうちょっと発電するかと思ってたんですけど、もう13年前のキャンピングカーなんでソーラーパネルの性能はかなり落ちてるようです。今回はあまり充電の足しにならないと思います。ゴミなんですけど、常設リアベッドの下がかなり広く空いています。この下に溜めておいて家帰ってから捨てます。はい、後ろから出れなかったんで運転席から出ました。こんな感じで線ギリギリだったんで、横の車もギリギリだったんで、この後ろのドアが開けられませんでした。やっぱりキャブコンなんで線ギリギリ前来ちゃいます。でこんな感じで一方に寄っちゃうと出られなくなります。昨日端入ってなかったんでやっぱりこうなりますよね。次からは駐車する位置あと気をつけないとダメですね。今からなんですけど、高速道路を降りて街中のパーキングに停めます。仕事現場の近くに停めてお昼ご飯をまた車内でいただきます。はい、それでは安全運転で再出発します。高速道路降ります。石川県はこののどかな風景とで街中に行くとかなり栄えてるんですよね。2つの面を持ち合わせた街ですごい来るたびにワクワクします。駐車する場所なんですけど、有料のパーキング予約しました。アキッパというアプリで予約しました。今日1日止めて480円とかなり格安です。この辺なんですけどね。はい、到着しました。高架下のようなところなんで高さ制限はないんですけど、横幅がギリギリでした。できるだけこの壁に寄せました。なのでもう扉は開けて出ることができません。なので助手席から出ます。カムロードのシュートレバー、ここを上げると倒れます。これで助手席の方へすんなり出られます。この機能地味に便利ですよね。
はい、こんな感じでできるだけ壁に寄せました。後ろは結構いけましたんで、前は出ていません。それでは早速行ってきます。お腹すきました。ここ高架なんで電車すごい音聞こえます。で、開けて換気しようかと思ったんですけど、結構音聞こえますんで、今日は閉め切ってエアコンつけます。現在エアコンと冷蔵庫、照明など全部使用して31アンペアです。ワットに換算すると約370ワット消費しています。かなり涼しくて快適です。こういった締め切った環境ではエアコンの冷房本当に助かります。夏場車内締め切るととてもじゃないけど中に折れません。今日のお昼ご飯なんですけど、もう簡単にこの電気鍋使ってラーメン作ります。この電気鍋なんですけど、消費電力は550ワットとそこまで高くないですね。で、これ取って持ってますんで、このままもうラーメン作って食べれるかなと思います。ちょっと一回作ってみます。すぐ近くにスーパーありました。で、そこで富山産のボイルホタルイカと塩ラーメン買ってきました。これでホタルイカの塩ラーメン作ります。この鍋メモリありますね。これは助かります。ラーメン用、おかゆ用、炊飯とか書いてます。で、コーティングもされてるんで、これ汚れすぐ落ちそうです。それではいただきます。ごちそうさまでした。この電気鍋ずっと温かかったんで、最後まで熱々ラーメンいただきました。最初の方は熱すぎてこの小さいシェアカップに移して食べていました。それでは軽く汚れ取っといて洗っていきます。フッ素コーティングされてますんで、拭くだけでかなり綺麗になりました。はい、綺麗になりました。この電気鍋ご飯も炊けるみたいなんで、明日の朝ごはんはこれでご飯炊いてみます。エアコン1時間ぐらい使っていて、バッテリー残量が 59%、まだまだいけますね。はい、じゃあ行ってきます。で、今日なんですけど、帰ってくるのまあまあ遅いんで、もうここの駐車場、明日も予約して、この高架下で車中泊します。この場所で車中泊して本当良かったです。仕事終わり、もうそのままビール飲む。こんなに美味しいんですね。いろんなところを巡る車中泊も楽しいですが、こういった普段使いで全く動かない車中泊も楽しいです。グーピー
お前は本当にビールが好きだな。え、誰？ご先祖様？今からシャワーやご飯を食べるんだろう。ビールはもうそのぐらいしてきなさい。確かにビール飲み出すとついつい飲んじゃって止まらなくなります。今日は2本だけ飲んでシャワー入ります。なんか疲れて寝ていたようです。まだスーツ着てますんで、シャワー入ってご飯にします。お昼は結構暑かったんですけど、今は肌寒くなってきました。マルチルームは寒いのでエブヒーターつけてきます。今朝使用したタオルしっかり乾いています。マルチルームは今朝シャワー浴びた時にあんまりきちんと水気取ってなかったんですけど、しっかり乾いています。エビヒーターついてますんで、マルチルームはかなり暖かいです。それではシャワー浴びていきます。最高でした。気持ちよかったです。2回目のシャワーが終わって生活用水タンク半分よりちょっと上ですね。でもここから結構すぐ減るんですよね。3回目のシャワーは問題なくできると思うんですけど、4回目のシャワーになると節水しないといけないかもしれません。なので夫婦で200ぐらいがシャワーの限界ですかね。スーツのおっさんからパジャマのおっさんへ着替えます。晩ご飯なんですけど、また寝ちゃいそうな気がします。今回ノンフライヤー持ってきたんでいろいろ作りたかったんですけど、また今度にします。今日は高架下の車中で音が気になりましたが、意外と快適に過ごせました。今は周り車いてないので、電車が運行している時間過ぎればめっちゃ静かです。しかしトイレとシャワー、この2つがあればキャンピングカーにずっとこもることができるし、どこでも車中できますね。本当にビジネスホテルよりホテルのようです。ビジネスホテルない場所も多いので、キャンピングカーでの出張車中はありだと思いました。おはようございます。外軽く雨降ってますね。ぐっすり眠れました。とりあえず目覚めのコーヒーいただきます。いただきます。ここから駅のホームが見られます。通勤や通学で電車を利用している人たちを見られるので、なんか面白いですね。今日なんですけど、また1時間以上走行して帰ります。で、行きの時にですね、バッテリーの走行充電の検証がうまくいかなかったんで、もう一回計測してみて、1時間走行したら何%増えるのか確かめます。着替えて出発の準備するんですけど、その前にこの電気鍋ですね、これご飯炊けるみたいなんで、これで炊き込みご飯を作ってみます。無洗米1合、そして鮭としめじ、ネギ、こちらで鮭の炊き込みご飯を作ります。だいたい30分ぐらい過ぎました。もうランプ消えてますんでできてるようです。開けてみます。火が通ってるか心配だったんですけど、しっかり炊けています。鮭もいい感じですね。
この芳醇なバターの香りたまりません。それではいただきます。まずはご飯からいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。この電気鍋、匂いも出にくくて、放置でこんなに美味しいものいただけるんで、電気鍋や炊飯器料理っていうのは車中泊向きですね。この電気鍋だけ洗って出発します。お水のタンク2泊3日の車中泊生活で最終半分以上残りました。洗い物はそんなに節水することなく普通に洗いました。この調子だったらあと2泊はいけそうですね。 DIY したリチウムバッテリー残量なんですけど、セカンドシート下が現在 49%、 そしてサイドソファー下が 48% です。では今から走行充電して何%増えるか確かめます。2泊3日の車中泊生活無事に終わりました。とにかくトラブルなく電気使えて今はホッとしています。これで家族との車中泊や災害時も安心して電気使えます。窓と扉 OK ですね。これ結構走行してから窓開いてたとか収納の扉開いてたの気づいたりします。なので最近は出発前に入念にチェックしています。それでは安全運転で再出発します。これ壁ギリギリで出るときにリアがお尻振ってしまって当たる可能性ありますんで、何回か切ってゆっくり出ます。はい、高速道路合流します。80キロで走行しています。で、レノジーの走行充電アプリ開いたままにしています。それを見るとオルタネーターからの発電量は約60アンペア、カタログ通り出ていて、実際サブバッテリーに入力されているのは約54アンペア、6アンペアぐらいロスがあるんですね。ワット換算で730ワットぐらい常に充電され続けています。温度が36度ぐらいなんですけど、これ以上上がってくるとまた発電量が落ちるかもしれません。その辺も注意してみておきます。以前コメントで視聴者様のリクエストありました。タンクの処理が見たいということです。トイレのタンクの処理や生活用水のタンクの処理、今回はこちらも最後動画に収めたいと思います。無事到着しました。それでは汚水タンクの処理していきます。まずは生活用水の排水ですね。シャワーやキッチンの排水などがリアの後方左にタンクがあります。はい、これなんですけど、こんな感じでキャップをくるくる回すと外れます。で、こういったホース、こちらは自分で用意しました。ここを回すとはまります。そして排水口へ向けて排水するんですけど、自分の家は傾斜になっていて、もうこのまま流しても排水口に行きますんで、このまま流します。ここにレバーありますんで、これを引くと水が出ます。で、次ボイラーのタンクの水抜きもできるんですけど、ここを開けて、でこれですね、ここを六角レンチなので回すと外れます。ただこれすごい取りにくくて、もう自分はあんまり排水していません。ボイラーの水は飲まないんで、そんなに頻繁に排水しなくてもいいかなと思います。次は生活用水タンク、きれいなお水の排水をするんですけど、これがちょっとめんどくさいんです。このセカンドシート下にありますんで、毎回荷物を逃さないといけません。チャイルドシートとかつけてたらちょっとめんどくさいです。これが67リッターの生活用水タンクです。で、ここに見えてるのが FF ヒーターですね。で、排水の弁のアクセスはこの蓋を一旦開けます。そしてここですね、この中にあります。抜きます。この燃料タンクの横に排出口があります。これなんですけど、これ実は今自分 DIY してこういったホースで延長して線をつけました。こうすることによって生活用水タンクの線はもう常に外しておいて、ここで排水できるように DIY したんですけど、なんかですね、この閉めた状態でも漏れてしまってます。この辺がうまく圧着できてないようです。結構閉めたんですけどね。またこれはやり直しですね。とりあえず一旦排出します。
あとはトイレのブラックタンクの処理ですね。ここに3日間のトイレのお物が入ってるんですけど、薬剤入れてますんで全く匂いはしません。でその上にはお水、洗浄用のお水が入ってるんですけど、これの排出が結構めんどくさくて、このタンクの下、ここにですねゴムがあって、これを抜くとお水が出てきます。で排出してもここ結構垂れ流しなので、なんかホースとかいるんですけど、なんかいいのが見つからなくて、排出の手間を考えるとトイレを洗浄するだけのお水なんで、もう自分はもう変えてません。蒸気管使わない時だけ空っぽにする感じです。でこのブラックタンクの処理いきます。このカセットトイレのお物タンクの処理、自分もやるまですごい抵抗あったんですけど、実際やってみると匂いもしないし、台の方では使用してなくて小だけなんで、見た目も本当に液体だけでそんなに抵抗ありませんでしたが、動画にすると抵抗ある方もいらっしゃると思いますんで、説明だけにしておきます。これタンク、ここのキャップを取って、で戸建てだったらどこにでもあるお水の排水口、こちらを開けて流し込むだけです。あと水でちょっと軽く湯水で流して完了という感じです。あとは戻すだけです。こんな感じなんで、以前使っていたラップポンに比べるとちょっと手間あるんですけど、戸建ての方だったらめんどくさくなくてコストもすごい安いので、カセットトイレもありかなと思います。それでは最後に走行充電どのぐらい増えたかなんですけど、1時間走行してサービスエリアに止まってスクリーンショットを撮りました。それが 54% です。でもう1個のバッテリーも 54%、 両方 54% でした。最初が 49% だったんで、1時間走行して 5% 増えたことになります。走行中は約 700W ぐらい発電されていました。まあまあいいんじゃないでしょうか。そして今回の電気で2泊3日どのぐらい減ったかなんですけど、最初が 56% でした。で現在 54% なんで 2% 減ったことになります。2泊3日で照明や冷蔵庫はつけっぱなし、調理はすべて電気、あとドライヤー2回とエアコンも少し使いました。やはり走行充電でかなり回復しているのが分かります。旅だったらもっと走行しますんで、逆に増えていくかもしれません。ただ今回のように停車していて車内での生活が中心の場合は、やはりソーラーパネルもっと強化が必要ですね。あとは夏場になるとエアコンガンガン使いますんで、消費電力はもっと上がってくると思います。この辺は実際夏になってエアコンつけながら検証していきます。そしてカセットトイレももうしばらく使っていきます。やっぱり用意と処理の手間を考えるとラップボンが一番便利なんですけど、コストやゴミのことを考えるとこのカセットトイレが便利ですね。ただここでシャワーするとき、やっぱりトイレあるとすごい邪魔なんですよね。なので移動できるトイレも考えながらいろいろ試したいと思います。とりあえずカセットトイレはもうちょっと使っていきます。本当キャンピングカーって奥は深くて面白いですね。大容量の電気手に入れましたんで、次はまた家族車中泊もして動画撮りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。